はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、緊急でですね、映像を撮って出そうかなと。なぜかっていうとですね、9月の18日に後楽園ホールで、韓国のブラックコンバットと707の対抗戦がもう発表されてるんですよね。されてますね。はい。で、そこでちょっとどころじゃないんですよね。僕からすると一悶着がありまして、ちょっとブラックコンバットに対して、ブラックコンバットっていうか、ブラックですね。野郎に対して、ちょっと一言言ってやろうかなと思って、正直な話言うと、怒りと舐められてるのかなっていう気持ちが、一つです。なぜこういう話になったかと言いますと、もともと、2月のスウォンの大会で、僕はちょっと、はっきり覚えてないんですけど、知らない流れで、大原くんと大島さんが、ベルトに次、挑むみたいな。そうですね、やらせろっていう。自分とこのチャンピオンとベルトかけないかみたいなニュアンスだったんでね。そうですね。試合後もそんな話をして、結果的に大原選手は5月に防衛戦をやったんですけど、その試合を後にして先にやるかっていう話も、大島さんも同じような話をしてたら、じゃあそういうことじゃないと。9月の日本でそれをやりましょう、みたいな話になったんですね。大島さんも9月のそのタイトル戦、彼女としては3つ目のベルトね。に向けて、いろんなスケジュール調整だったとか、いろいろしてた状態でした。そういう中に、最終的に7名、こっちもセレクトして、最初はね、向こうも6月末ぐらいまでに予選をやらないと、9月には間に合わないと。だからなるべく6月ぐらいに試合させて期間空けないといけないんで、試合が怪我する可能性があって、9月に対抗戦やりましょうって言ったのに、彼らは7月後半にまだ大会やってたりとかして。やってましたね。なんじゃそれと、ようになったホワイトベアは、怪我して出れなくなっちゃった。そうですね。眼下底骨折。そうそう。で、やっぱりそういうことになっちゃったんですか。俺らは別に YouTuber がダメとは言わないんですけど、スケジュール組がどうしても YouTube 優先で、前回もそうですよね。大島さんの相手が、オンエアされた時は2日前だったんですけどね。そういう、どうしてもスケジュールを、YouTube がダメとか言うと、それに合わせたやり方やってるんで、なかなか僕らもその MMA のプロの世界ではなかなかない。どんどん後手後手になっていっちゃって。で、そんな時に石塚選手、そして、大島選手、大原選手、酒井選手の4人をタイトルマッチでやりましょうっていう提案がありました。これちょっと前にバナーにはタイトルマッチって書いてあったんですね。書いてましたね。今消したんですけど。聞いてました。8月の5日の日かな。代理人から LINE が来まして、いきなりダブルタイトルマッチになったんだね。そうですね。ディープもかけろってことを言い始めた、ね。はい。ダブルタイトルマッチのダブルなんか聞いたことないね。今まで。代理人さん通じてやり取りしてるときに、これ、ブラックコンバットのタイトルマッチで、ディープルールでいいんですかっていう。それでもいいですと。変わったとこだなと。そうですね。俺もそれは思いました。もう変わったとこなんだなと思ってて、ダブルタイトルマッチっていう話を、俺は聞いたこともないし、でもこっちからすると、じゃあ例えば酒井君は統一戦をどっかやらなきゃいけない。大原選手だって、もう江藤が来てますよね。例えば石塚選手も、やっぱりみんな狙ってる。みんな歴史をずっとそのために一生懸命やって、ストーリーができてるわけじゃないですか。じゃあその人たちを突き抜けて、いきなり初参戦の、最初に言ったのは、あなたも大島さんも、この間勝ってるからね、ブラックまで。そういう意味ではタイトル戦って言うんだけど、いきなり出たことはない人間はタイトル戦だし。できないですよね、普通っていうような話だから、何をアホなこと言ったんだと。正直言って、今、ブラックコンバットまだ1年ちょっとなのかな歴史が。わかんないよ。どういう風にタイトルマッチを組み上げてるかわからんけど、僕らからしてみたら、こんな奴がタイトルマッチもやってんのみたいなのもあるじゃないですか。あります。唐突な。だから、お前らでやってること考えられないんですよ。江藤選手が、例えば12月に挑戦するつもりでいますと。大原選手が今回9月に、その防衛戦にもなりますよね。ダブルってことは。防衛戦になっても12月に防衛戦やれるって話なんですよ、俺数。普通はやんないですよ。例えば酒井さんもそう。7月この間防衛戦やってるのに、12月に防衛戦やる前にもう9月防衛戦。でも12月に待ってる人間を、これ9月にやったからこそ、次来年までやりませんっていう話になっちゃうと、順番変わっちゃう。そうです。で、例えばみんなが予定通りの防衛戦の時期にやるんだったら、ダブルタイトルマッチも、次順番に待ってる人に対しては言い訳できるかと思ったんですよ。その順番の中で防衛戦やれるんだったら、それは俺はありかなと思ったんです、実際は。ただ、そのもう一つは、ね、韓国人選手がタイトル持ってっちゃほしいんだよ。そのタイトル持ってった人の契約も取りに行かなきゃいけないんですか。で、12月あなたたちも防衛戦できるんですか両方の確認しなかったでしょ。ダブルタイトルマッチって簡単な話じゃないんですよ。そこまで全部話し合いをして決まる話なんで、僕らは単にブラックのベルトがかかるってぐらいしか思ってないし、そんな浅はかなベルトいらねえよ。
そうですね。まあ本当にもらえたら嬉しいよね。まあ、もらえたら嬉しいですよ。まあもちろんその4人の中ではそれでもやりたいですっていう人もいますよ。だから僕は1人2人できるかもしれないですみたいな感じを言ったら、それだったらいらねえって言われたんですよ。4人やれないんだったら。俺がすると2月からあなたにしても大島さんにしたって言うなよって話。だったら最低でもその2人はちゃんとしてあげなきゃいけないと俺は思うんですよ。最東戦で。それでも連チャンでもやりますっていう選手もいるわけじゃん。急に4人じゃなきゃダメだとか。そういう中では、なんか言ってることがむちゃくちゃだし、まあ正直言って歴史もない団体だと思うんで、もう逆にね、20年以上やってきて、舐めんなよって話ですよ。まあまあそうですね。お前らのベルトなんかいるかやな、ブラック。それは俺はそう思うわ。まあ選手は分からんよ。欲しいかもしれないけど。いや、くれんならもらえますけど、逆にね、そのタイトルマッチでなしってなったら、こっちもじゃあ出る必要もないですし。YouTube の YouTube の作り込みが競技は競技でちゃんとやるよ。ね。だからお前、こんな感じなんだよ、スケジュールも。お怒りだぞ、社長が。本当に。もうぐったぐった、こっちだってお前9月にたくさん来るので大変なんだからさ、実際は。そうですね。こうして、ホワイトビアの代わりにヤチャが来るでしょ。ヤチャ来ますね。ヤチャやばいよ。相性としてホワイトビア勝ってるけど、ヤチャの方がやばいと思うよ、俺。もう7試合ありますけど、意外と50ぐらいで危ないかなって思ってるんだけど、実際。全勝でね、もう二度と絡みたくない。勝っちゃったら、頼むから来てくれって言うと思うんですよ。バカ野郎、まあ、金次第だ、本当に。なあ。いいか。リアルだな。うん、そう。大島君なんか言ってあげてよ、本当に。ブラックに。まあ、ちょっと。もうブラックのジムで飲んだり、飲んでもらったりするからこうなるんだよ。死ぬほど飲みましたね。そう。だからそれはそれ、これはこれですからね。本当に、チャンピオンへの敬意もなければ、ディープへの敬意もないし、そもそもこっち、チャンピオンたちもみんな予定開けて、タイトルマッチ2から試合開けてタイミング合わせてやってたのに、けどそれいらないって言ったら、こっちもじゃあタイミングあるし、タイトルマッチやんないんだったらこっちも出ないし。石塚選手なんて、対戦相手、この辺で軽量オーバーして飲んだりなんて。だから4タイトルでもないんですよ。でもそう聞いたら、決定戦になるって言われた。だから汚くないですか？だから意味がわからないから、石塚なんてもう、この試合の後、韓国に住んでもいいって言い始めたら、あいつもちょっと変わってたからさ、どういうことなんだ初耳だな。ブラックコンバットのジムに働くって言い始めたから、あいつ。まあ確かにあいつは日本よりも多分そっちのがいいと思うんだけど。まあちょっと今日は緊急に、ね、映像回しましたけど、正直言って歴史のない YouTube 主体のブラック、舐めんなよ、ディープは。本当に。うちのチャンピオン舐めんな。そうだ、チャンピオンだぞ、俺。全勝だ、全勝。